はい、どうも皆さんこんにちは、上ちゃんです。はい、というわけでね、今回は唐揚げを作っていきたいと思います。イエイ。はい、というわけでね、知ってる人は知ってると思うんですけども、ちょっと前の撮影でフライドチキンを作った時に、それがね、また大失敗しちゃったんですよね。はい。でね、今回はその反省点を生かしながら、同じ揚げ物っていうつながりで、唐揚げに挑戦していきたいと思います。はい。というわけでね、今日も地球に優しく美味しい料理を作っていきますので、早速そびへの方へどうぞ。上ちゃんの料理部屋。えい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 。はい、いらっしゃい。いらっしゃいいらっしゃい。今日は何作るんですか、大将。はい、今日はね、玄ちゃんの大好きな唐揚げです。おお、来た、ついに来た。ちょっと前にフライドチキンをやったんですけど、はいはい。失敗したんですよね。僕食べてない時やな。そう。やってちゃんが食べたんですけど、はいはい。いろいろ失敗要因が、こいつがちょっとね、絞りすぎ、水を絞りすぎたのと、あとはもうちょっと味が薄かったっていうので、やっぱね、市販の粉に頼るより自分で味付けした方が、美味しく作れるんじゃないかということで、今回はね、唐揚げリベンジということで。なるほど。はい、楽しみですね、これは。はい。じゃあね、早速、具材紹介していきます。はい。で、これ前回の撮影に使った大体これもう湯戻ししたやつ、はい、でもう中の豆の臭さとかもう取ってます。なのでこのまま使っていきます。はい。あと、揚げる用のオリーブオイルで醤油、酒、ごま油、塩、胡椒でちょっとだけガラスープ、山の力を借ります。で、生姜とニンニクで、片栗粉ですね。はい。じゃあ早速もう簡単です。調合していくだけです。はい。じゃあね、まず混ぜて揉んで揚げて終了。はい。大体大さじ1ぐらい。次、酒も大さじ1。大豆ミートとか代替ミートも含め唐揚げってあんまりまだ見ないもんね。そう。でもなんかね、結構出てるらしいけどな。ほんと。俺もこの間前回作ったフライドチキンか食べたのが結構初めてやったんやけど、結構代替肉の唐揚げって結構主流っぽくって。もうそっか。ナゲットは唐揚げか？近いか。いや、あれはナゲットか。そこら辺の区切り俺も分からない。よく分からん。フライドチキンはさ、唐揚げじゃん。そう。で、ごま油どのぐらいかな。ごま油少々。で、塩も少々。はい。で、胡椒も少々。あんまりね、声が強しすぎたら、後から帰れないんで、味薄かったらね、後から足してできるけど。はい。で、この。それ何それ？どれ？シャンタン？これ、ソームシャン何シャンタンって？ゲンちゃんは絶対に今後も知らないやつ。知る必要のないやつ。シャンタン。使うことない。ご縁がないやつ。ご縁がないやつ。で、生姜少々。ニンニクも少々。まさか。やったはいですね。で、最後、この片栗粉。でも匂いは唐揚げの仕込み匂いだね。そう。そのまんま。当たり前か。そうなんですよ。当たり前なんですよ。当たり前だよね。調味料の匂いだもんね。そうなんですよ。あとはね、どんだけ肉の旨味がなくても、肉らしくなるのか。これは大注目だな、僕的には。玄ちゃんはね、唐揚げ本当に一筋なんで。そう。どこ行っても絶対唐揚げ頼むよな。そう、唐揚げがないともう始まらないぐらいだから。じゃあね、揉んでいきます。めっちゃ簡単やね。めっちゃ簡単です。唐揚げめっちゃ簡単なんですよ。実は。そう。なんであんま普段から作らへんかっていうと、もう至極単純で明快で油を使うからなんですよ。面倒だからね、そこの。後処理がめんどくさいんですよ。今日はそんな油も使わないという。そう。いや油使う。そうって言ってしまった。油は使いますよ。さすがに。この大豆肉から水分が結構出てるので。シャバシャバになりやすい。シャバシャバになっちゃいます。ここがやっぱ肉と違うところ。はい。でね、もう本当はね、唐揚げの場合漬け込んだりするんですけど、
もう代替肉なんでギュッと押したら吸っちゃうんですよ、なのでもう多分このまま、揚げちゃっても味はついてると思うので確かに行きましょう。やっていきます。オリーブオイルで。オリーブオイルで少量でいきます。地球に優揚げしいです。焼きみたいなこんなですね。もう代替ミート専門家と名乗っていいんじゃないでしょうか。早すぎだよ。この間知ったばっかり。この間知って、この間キッチンから気を救えるかも立ち上がったばっかりで。そうね。まだいろいろ検証しながら実験しながら、こうみんなに何が伝えられるかをね、こう模索しながらこう自分でも学びながら。そうだね。でそのついでに俺は美味しいもの食べれるというなんともいいポジション。玄太がね、玄太取ってくれてるんで。はい。でも普通にね、美味しいよね。うまいうまい。うん。まあ、大前提ね、上ちゃんが料理が好きってのはあるよね。まあ。その探求心。うん。まあ、誰でも作れるよ。いやめんどくさいじゃん。めんどくさい。確かにな。好きこそもののなんとかっていうし。ちょっと。なんか水分たくさん含んでるんでめっちゃ怖いんですよね。バッチバッチが。バッチバチ跳ねるんじゃないかって。意外といける？意外とそんなにフィーバーしてない。いやー分からん。俺は昔これで騙されて大やけどしたことあるから。でマジで肉食べへんくなったら最近は。確かに確かに減った、めっちゃ減ってる。牛肉とかはほんまに何ヶ月に1回とかじゃない？マジそのレベルで焼肉行かへんと俺は食わんレベルぐらいになった。そうやな、そうやな、確かに。なんかそういうイベントごとみたいな時にそうそうあったら食べるみたいな。ね。まああったら大体作らなあかんの俺ないけど。ね、この絵はお揚げだな。今んとここれはお揚げやな。ちょっとなんか危ない香りがしてくるけど、まやっぱちょっとシャバいな。もうちょっと片栗粉入れたらよかったな。あまあまでも普段あんま唐揚げとか作らへんからあ分からへんな。分からねえな、うんうんこんだけ入れていい。でも若干シャバい。若干って結構シャバい。カリッと上がんのかな。カリッと上がんのかね、カリッと。いや、カリッとは分かると思う。ああ、じゃあいいんじゃない。そう。ただ想像してるような唐揚げのザクザクっていう食感にはならない。水分吸い込みすぎてってこと。そう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 。なるほどなるね。いや、じゃあ水分ね、片栗粉が少なすぎて。ほうほうほう。あ、じゃあ水分多すぎて。うんうんうん。あ、でもおお、でも今ちらっと見えたのはいい感じやった。いい感じだった。うん。あ、でもいやこれは期待できるよ。美味しそうと、やな。意外と。いやありじゃね。これあいやいいんじゃないですか。壊れてきてる上ちゃんが。うまくいってるかも。のあ、いい匂いする。うん。おお。これ唐揚げやね。なあ。フライドチキンだよこれ。見えてくるような。うん。これとか特にこの2つ唐揚げやん。これお気に入りね。これお気に入りの2つ。これ1個ずつ食べよう。ピクニックから。そう、もうこの油の飛び散りぐらい。もうこれが嫌なんですよ。確かにね。コンロ周りが脂っこくなるもんね。もう今度から玄ちゃん次第揚げのするわ。揚げる会は。うちまで来てうちが揚げる会は玄ちゃん次第やります。うちがぬるぬるになる。その後も大変やもんね。あと大変なんだね。おお、このぐらいでいいんじゃない？あっち。あ、これはフライドチキンだね、確かに。なんか。うんうん。ええ感じやね。めちゃくちゃいい感じに見えてきた。なあ。めっちゃ食いたい早く。お
これはビールがいるやつやな。なあマジでこれいけたら何ぼ食っても太らん唐揚げが。いや、そんなことはないそんなことはないです。皆さん騙されないでください、馬場さんに。油で揚げてるんで太る時はもう全然太ります。でも普通の唐揚げ比較でさ、いや、あんま変わらんと思う。あんま変わらんか。あんま変わらんのね。ほぼ唐揚げ悪いのは油なの。あと掃除が大変やなこれ。はい、ではね、唐揚げをちょっと盛り付けていきます。ここからちょっと待ってな。あ、それ盛り付けじゃないんだまこれだ。盛り付けじゃないか。ではね、レモンとパセリを添えて唐揚げの完成です。じゃじゃん。ではね、早速温かいうちに召し上がっていきましょう。はい、というわけでね、唐揚げが出来上がりました。リベンジ唐揚げです。はい。じゃあね、今日も撮影者に玄ちゃんに来ていただいているので、よし。温かいうちに消化していきましょう。じゃあね、レモンどうします？どうでもします？まずはね、かけんだけど、うんいつもはまずはそのなしで。なるほど。2ですね。いやもうね、これ見た目、まず見た目が見た目ははんぺんみたいな。確かに見た目は唐揚げのこうガシッとこうボリューム感はグーをこのそうそう箸で使う感じな。なんかなんつうのこれこれでも匂いは唐揚げ唐揚げ臭する。確かに確かに。これマジでね楽しみなんだよ。いただきます。お、いい音しますね。さて、玄ちゃん、いかがでしょうか。これはめっちゃ唐揚げに近い。あ、近い。唐揚げを10とすると7、8まで来てる。おお、だいぶ。これそのぐらい。マジでうまい。これはいけると思う。あ、レモン。これは唐揚げって食べた時にこのサクサク感っていうかさ、噛む音というかさあるじゃん。衣がザクザク。そうそう、それは完璧に同じ。はい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 。で、なんかその後のもも肉みたいな柔らかい感じの歯ごたえ、ブリブリ感。そうブリブリ感はあんだよ。あんだよ。ちょっと僕も食べてみたいと思います。じゃあね、この一番唐揚げっぽいこれ、確かにはんぺんみたいな。レモンかけたらどっちが美味しい？そういうの美味しかけた方が美味しい。い。なしでいってみるかい。なしでいってきます。これもも肉。でも匂いも、若干大豆の香りはするけど、若干ほんまに。でも唐揚げの匂い。じゃあいただきます。おこれすごいな。これもも肉じゃん。うまい。うまいやろ。いやマジで分かった。玄ちゃんが言ってるこのもも肉のプリプリ感が分かる。やろやろ。似てるわ。下手らなんか胸の唐揚げよりもうまい。これの見た目がもうちょっとグー感が出たら完璧唐揚げになる。鶏の唐揚げになる。いや、これうまいっすよ。マジでうまいっす。前のフライドチキンは大失敗だけど、これ美味しい。俺めちゃくちゃうまい。これ居酒屋メニュー出てきたら全然注文する。全然いけるな。レモン絞ります。これビール欲しくなる、本当に。これはうまい。なんか鶏の皮の感じもあるよ。なんかこれは見た目ははんぺん、揚げたはんぺんみたいな思ったけど、味は唐揚げ。味、食感、匂い唐揚げです。やっぱ揚げてるからこの油のねっとり感が特になんか鶏っぽくなってるな。確かに確かに。これも美味しい。これ結構ランキング上位に入る。僕が参加した中で一番の意外感、なるほどね。期待値とギャップが一番ある。なるほど。これはうまい。確かにこれはうまい。これはって言ったら今まで美味しくなかったみたいな。いや今までのはこれもうまい。これもうまい。今までのはうまいだろうでうまい。なるほどね。これはまずいだろうでうまい。なるほど。プルコギがまずいだろうでも普通だったのが、確かにまずいだろうがうまいのがこれ。確かにそういうことですね。じゃあこれはいけます。
はい、うんうん。じゃあ今回の唐揚げ成功か失敗で言うと、いや、これ大成功です。ありがとうございます。大成功です。これはいいね、神レシピ。神レシピや。こう大豆ミートがここまで化けるかっていう大豆ミートの可能性も感じれたね。確かに。大豆ミート揚げたらやっぱ化ける説。確かに。あるかも。濃厚だね。確かに。確かに。ちょっと今後はちょっと揚げ物シリーズちょっとやっていきたいと思います。はい。という感じでね、次回も地球に優しく美味しい料理を配信していくように頑張りますので、また次回もお楽しみに。お願いします。またね。またね。